皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。今日の卓球知恵袋は、以前紹介した球出しのロングボールの出し方で、3球持って出しましょうという内容をやったんですが、今回はその3球持ちの球出しを使った練習方法を紹介します。この練習をすることで、身体スピード、反射スピードっていうものを、かなり効率よく鍛えることができます。レベルの差に応じて、ピッチを速くしたりボールのスピードを速くしたり遅くしたりっていう風な工夫をすることで、初級者から上級者まで行える内容だと思います。ぜひ参考にしてみてください。では練習方法を紹介していきます。まず最初にチャンスボールを使った練習方法を紹介していきます。まず1つ目にフォア、チャンスで、その最後のチャンスはフォア半面に送るようにしてください。フォアで半面にチャンスボールが来るというような練習になります。この練習は、紹介する練習の中でも一番簡単なものなんですが、このどこにチャンスがバウンドするかっていうのをしっかり早めに判断して、あらかじめ先回りできるような動きを意識してやってみてください。2つ目の練習が、バック、チャンスで、そのチャンスはフォア半面になります。バックでチャンスボールをスマッシュという形になります。先ほどよりも、難しい部分はバックからフォアのチャンスに移動するときに、フォアのチャンスが遠かったときですね。近ければその場で打ったりとか一歩で打てるんですけど、遠いときはしっかり先回りして動くか飛びつきの踏み込みの動きを入れないと打てないので、その辺を意識して判断するようにしてください。3つ目の練習はフォア、バック、チャンスで、チャンスは前面にチャンスボールが来ます。フォア、バックと切り替えをしてから前面のチャンスを打つ練習ですね。もしチャンスボールを回り込むのができないと、まだその回り込みっていう動きがしっかりできないっていう方はバックで合わせてもいいんですが、バックで合わせる際にはチャンスなのでバウンドしてフォアンって上がってきたところで当てるとオーバーしたり高くなってしまうので、できるだけバックで返球する場合は速い打点でパパンって返して、相手に時間を与えないような感じで返球することを心がけてください。できる方は全面スマッシュもしくはチャンスボールをバーンと打つっていうことで対応するようにしてください。次の練習が、バック、フォアで前面にチャンスっていう練習をやっていきます。この練習は、フォアを打った後のバック側に来たチャンスボールをどう処理するかっていうことがとても重要になります。フォアを打ったままここに立っていると、どうしてもバック側のボール対応できなくなってしまうので、フォアを打ったらあらかじめどこに来ても打てるように、またこの辺まで戻ってきながらチャンスボールの判断をして、さらに動くっていうような形でやってもらうといいと思います。次に、今度は切り替え、フォアバックの切り替えのスピードを速める、特にそこの反射スピードっていうのを意識した練習をやっていきます。まず1つ目の練習は、フォア、ミドルでフォアかバックどっちかっていう練習になります。フォアを打ってミドルはバックで処理してもフォアで処理しても構いません。フットワークに自信がある方はできるだけフォアで処理するようにしてください。ここをバックで処理してしまうと、次のどっちかっていうところでバックに来た時の判断っていうのが、動きですね、動きが難しくなってしまうので、そこをやっぱり試合でフォアで攻撃的に攻めていきたいっていう意識を持っている方は、ミドルもできるだけフォアで処理するようにして、で3球目はフォアかバックか判断してさっと動けるような姿勢を作って待っておくっていうようなことを意識して練習してみてください。次の練習が、バックでミドル、このミドルはフォアで打ってください。バック、ミドルでフォアかバックのどっちかっていう練習をやっていきます。この練習のポイントは、バック、ミドルと切り替えをしたときに、ここで切り替えをするときってほとんど動く必要がありません。動く必要はないんですが、一度足を止めてしまうと、すぐに動き出すっていうことはちょっと難しくなってしまいます。やっぱり足を常に動かしていて
その来たところに動くっていうのと、ベタッと足をつけていていきなり動き出すっていうのはどちらが簡単かっていうと、動かし続けてる方が簡単なので、この切り替えでちょっと足の踏み替えを入れるとか、こう次の球にですねすぐに動き出せるような姿勢を作って待つということが重要になります。でバックミドルでどっちかを判断しながら、バックに来た場合はその場でパンって半歩もしくはその場で打てばいいんですが、フォアに来た時にしっかり動かないといけないので注意してやってください。次の練習がミドルでフォアかバックのどっちか。このミドルは、ワンコースでミドルっていう感じでバックフォアっていう順番で切り替えをするようにしてください。この練習はですね、バックフォアって打った時に体がこちらに重心が流れます。なので次にバックに来た時はまだ打ちやすいんですが、ここでフォアに来た時にしっかりと足を踏ん張って移動しないと、難しくなってしまいますので、こう気をつけてください。なかなかこのミドルっていうのを自分から積極的にバックで打つ機会っていうのは少ないんですが、こういろんな場所でこう切り替えという動きを入れることで、より試合の時に、役に立つ、体のこなしとかを覚えれると思いますのでやってみてください。次8番目、最後の練習ですね。次の練習が、前面にランダム3本出してもらうっていう練習をやっていきます。もうこれはもう完全にこう反射スピード、身体スピードを極限まで高めるためにどこに来るかわからないっていう状況でやっていく練習になります。ただこの練習の難しいところは球出しなので、こうボールがどっちに来るかなっていうのをあらかじめ予測することが難しい練習なので、特に1本目ですね、1本目どう体を動かすかっていうところで、判断が鈍くなりがちなので、もしどうしてもできないっていう方は1本目は最初バックに送ってもらって残り2本ランダムとかっていうふうにこうちょっとレベルによってこの練習の難易度を変えるっていう必要はあるかもしれません。ですが、その自分のレベルに合わせてやってもらえたらいいかなと思います。ではこの練習、実際にやってみましたので、プレーをご覧ください。
よし